いくらのデジョンです。今回日本最強の15人集めたら世界一取れる最終日やっていきたいと思います。9月シーズンの最終日。今月はね、結構攻め残しだったり星1も多い月になり、負けがね、これで3発目になりました。これはね、最後はね、普通にって形だったと思うんですけど、星1も攻め残しもなく普通に負けてしまったっていうところ。序盤の方でね、上位を取るのが厳しいっていうところで結構モチベーションとしても下がってしまった月だったかなと思います。今月のトップは額で 699%、1% だけ届かず、あるあるですね。結構クランリーグでこの699っていうのは結構見る気がしますが、今月はパーフェクト達成者はおらず、額が1位でした。そして2位、デシさんですね、683ポイント。19がね、3人いたんですが、デシさんがね、破壊率の方でトップになりましたということで、今月の、クランリーグ1位対2位は額対デシさんなんですが、ちょっとね、日程の方がスケジュールが合わないということで、10月の頭の方にね、これは持ち越しになりました。リスケになりましたということで。そして今月ね、降格争いなんですが、14位、15位、リュータクラウスということで、この2人が入れ替え戦に回る形になります。というわけで早速やっていきましょう。はい、レンさん、51天才、ウッドランチャー型。5発なので、マルチ IT をおでんざの方かな。持っていく形になると思いますが。でも、ランチャーじゃないなら、タウン前とかもありそうだけど。さすがにか。うん。反対サイド、ジャイキングが展開されてって、残ったマルチ IT の方をウッドランチャーで飛ばしていくやり方をするのかなと思います。ウォールブレッカーは1枚だけ持ってきてるんで、ワンチャン頑張ってこのクロスエリアにウォールブレッカー入れて、宝石まで取れたら嬉しいな、みたいな使い方かもしれません。で、ここはウッドランチャーとキングのための補助で、これはスケルトンの呪文を置いてね、モノリスのターゲットを取るようなやり方です。あんまり寄せちゃうとこのマルチ IT にたげられちゃうので、寄せれないっていうところ。ここはリクスケ対策用バルキリーもいたんですが、しっかり機能してるでしょうか。キング、モーノリス、やっぱ強いですね。なんとか突破ができて、ウッドランチャー。これは援軍の方も。宝石先に降りたい。降れるか。ポイズンを置いて、届く時間を短くして、これはなんとか突破ができました。ここから3時マルチじゃないや、ラバルパートスタート。外のね、マルチ IT とフリーズがね、これタウンホールのところ、めんどくさいところなんで、しっかりここ使い分けしていきたいところ。まずはラバハウンド通してストラワナチェックしつつ、レイジと回せるんですけど、これ安いにも流れるのがちょっとめんどくさいんですよね。はい。ただそのバルーンしかタウンホールが向かわず、ここで分かれてきめっちゃいい方した。マルチとタウンホールと素晴らしい動き方をしてくれて、ここで落ちちゃうんですけど、そうなると残った真ん中イーグルの方がね、なんか、ダッシュでミニエイティが飛んできた。あとはロイヤルチャンピオン手元に残せず、そうだよね。スケルトンの呪文を当てて、ここは、バネあると怖いとこでしたが、なんとか通りました。ヘイストかけつつ、呪文はこれが最後。ラスト、バルーン2体あるんですけど、テスラアーチャーターのどっちかに刺していくやり方になりそうか、回収用にクランジを投げるかのどっちかですね。ここまで来たら時間次第なんだけど、基本は、グランジョになんか早めに投げとくと、いけたんだけど、ちょっともう時間もね、あれなんで、出す時間は逸してるので、ここはもうバルーンで押していくような形で。では、こういうところがね、やっぱね、天才の61天才のシンプルな形じゃないやり方っていうのが、やっぱ流行っててというか61天才で取れない配置がやっぱね、やりづらい配置が増えてきたんでね。逆にこういう51とか71とかそういうやり方が増えてますね。スタドラクイヒーラバレ。ヒーラバだ。まずは突撃艦投げていって、なんか天才ラバルか、なんか別の戦術やってたような気がするんだけど。イーグル4まで取りつつ、6時の方1マス明けのところから入れていく流れかな。援軍の方はここタイタンゾーンですね。ボールレカ拡張をきっちり決めていく。タイタンの強いところはね、これユニコーン焼いてくるところですね。かなり HP 持ってかれて。ボールブレーカー2枚あるんで、クロスボウマルチ IT と分けてタウンホールまで取るやり方かな。前確かにこれこういうような配置を
だからこのやり方してた気はする。バルーン2体出したんですけど、これ対空砲の竹取れてない、まさかの。対空のね、竹取り用のバルーンだったんですが、タイミング的にはね、そんなに悪くないと思ったんですけど。1枚まずここ開けていくところですね。早かったね。クロスの竹取れてないので。そうするとこれマルチ IT まで開けれなくなっちゃうんだな。そうすると、このクロス区画が穴開いてるのでワンチャン外に行ってしまう可能性まである。キングに合わせてベビドラ入れて、フィストがまだ残ってるんでね、このキングを生かしていきたいというところ。レイジを置いて、これ右動くならめっちゃ壁殴ってくれるから。強い。この後クイーンはどっちに行くのか。ロイヤルチャンピオン合わせて、ラバルをタウンホールから捨ててきましたね。そうだよね、クイーンそっち行くから、なんかここクイーンに壁殴らせる方が強かった気がする。ただ、星1のリスクもあるので、タウン側からラバルを展開したというところですかね。そう、この壁殴りを誘導するみたいな。ここはレイジトーム合わせて、ちょっとバルーンが嫌な形。タウンホールに向かったもののみトームがかかった状況。結局クイーンはただ戻ってきましたね。これはタウンホール側をラバルで切ったことで、2時3時の施設がなくなったので、クイーンがこっちに向かってきたっていう形です。さあ、インビジブルをロイヤルチャンピオンレイジ打ってフリーズ連打でゴリ押すかな。もう一回フリーズが残ってるところ、これは、対空砲をフリーズして大砲を折るようなやり方にしていきました。クイーンの方も黒く残ってるので、いいリカバリーですね。ちょっとあの辺の判断ね、難しいですよね。結果的にはこのやり方でも取れてるので、正解だったかなと。正解が一つじゃないのがクラクラの面白いところですね。61タイタン。またなんかオーソドックスなやり方ではなさそうな雰囲気がありますが、結構裏とか反対の方をね、降りに行く天才結構多いからね。これは、5発ですね。51で止めました。シングル IT を追って起動していきました。オールブレーカー確定。第1クロスまでおでんを折り切りたい感じかな。割かしカズマくんにしてはオーソドックスな天才にはなったかなっていうところで。さあ、ようやく第1クロス触ることができます。さあ、イエティでこれはテスラを降りに行くようなやり方ですね。バルーン2発よりもイエティを使って、もうここは効果に。さあ、オーデンの姿が消えてから、第1クロス。これはもう内側で触れるからってところで少しだけ HP 削ってスタートしていきました。さあ、レイジも乗っけてホーミングチェックのバルーンが綺麗に進んでいく。ちょんちょんと触ってタウンホールの横打ち受けないように反対サイド、イーグルサイドの方にここはジャンプを繋いでいきます。で、6時外周をキングで削ってしっかりね、外側に流れないような角度もつけつつ、こっちに流れたやつもね、ジャンプで反応するような角度、そしてストライカーを合わせて、これはトームをここでかけていきました。モノリストポイズンターがね、かかりそうなところ。ポイズンターの方にはちょっとユニット入れなかったので、僕は起動しないんですけど、ターゲットがクイーン向いちゃったか。フリーズか何か入れそう。まあそうね。ストライカー神それは。ポイズンタワーが飛んでった。ワンチャン、フリーズが一番いいか。キングの流れて、オールブレーカーまだ2枚あるので、裏のつなぎ方もあるんですが、一応1マスね、穴が開いてるんで、このまま流れてくれるだけで OK かな。タウンホールの方もしっかりシューター届いていって、真ん中クランジョの方にこれをウィザード出しましたね。うまい。ジャンプが繋がってるうちにこれは内側の回収をしたいというところで、届いていく。タウンホールもシューターの方で間に合いましたね。クイーンこれ右行ってほしいんだけど、来ちゃうかな？来ちゃうね。だけどまだロイヤルチャンピオン残ってます。12時からここは展開していきます。キングの方と、これヒーラーがね、キングとタイタンの方についてるっていうところで、ロイヤルチャンピオンそっちからつけるんじゃなくて、12時からもうここは、両サイドで挟み込んでいくやり方。そうすると12時の回収がね、できるようになるというところでした。
クイーンロイヤルチャンピオン。これは能力残って、ライトニングも一発残って。対戦とかだとこれ5-1にして一発別のもの持っていくかなっていうところでしたね。さあ、森尾さん、クイヒーホグ。シングルとマルチ IT と1本ずつ別々のものが置かれてます。ドリルセットですね。突撃艦を投げるにはエアスイーパーが吹いてるのでっていうところで、今回ドリルでその区画を突破しに行くのかな？それとも普通にクイヒーそこに入れていくのかな？クイヒーそこに入れていくならなんか、ちょっと流れてる雰囲気はある。ドリルをもう一緒にぶち込んで、クイーンは黒く。ちょっと嫌なやり方ですね。なんか、想定してたやり方とはちょっと違う動きしてそう、これ。これだったら普通にクイヒするよね。うん。ちょっと苦しい。が、なんとかクイヒとしては成り立つルートになっている。うわー、これ、横打ちが。やっぱ入ったらしちゃったけど。右行って、これはインビジブルしっかり間に合わせていって、スケルトンの呪文でモノリスのターゲット外し、ここ苦しいリカバリーですけどナイスですね。さあ、投石の方がインビジブルで隠れていく。モノリス撃てるんでね、ここの区画から。そういった意味もあって、どうなんだろうな、これ元のプラン。サイドカットとかも特にしなかったんで。流して投石、モノリス区画に入れていくやり方だったのかな。さあ、ただこれタウンホール打てるようなやり方になりましたね。反対キングの方も伸びていきつつ。元々のプランがこれな可能性も出てきた。どうなんだろう。9時からホグ展開していって、タウンホールの方もしっかりゲット。あとはレイジフリーズが残ってるので、タウンホール奥地のね、投石クロスあたりにストライカー合わせつつのトームを合わせていくかな。ここはもうポイズンターと、ポイズンンとボムターが入るところなので、トーム打ってきましたね。ヒーラーがこれ、ホグの方にスライドしたことで、これなかなか死にませんよ、このホグは。相当強い。そしてキングに対してストライカー、ロイヤルチャンピオンはなんかずれて動いてますね。通常ホグも合わせて、キングライティの動きを、ターゲット取りつつ、リクスケに関してはポイズンリザードが対応してくれて、フリーズも2発残ってますね。あとはロイヤルチャンピオン能力残ってるので、ぐるんぐる回って GG と、激強。うん。さあ、99、100と、ナイス全開フリーズ2発残し。さあ、ホッサン。スケイムかな。攻め残しがね、4人いたわけなんですけど、森尾さんと星さんがね、もう攻め残しをしていて、その2人が最後最終節で全開を取って、入れ替え戦には回らない形を撃破したという形でした。ここは、フランジョプラスのマルチ IT と対地クロスのところをやっていきつつ、シューターセットしてるんですけど、シュータースタートなのかなじゃないなら、シューターじゃない可能性も出てきた。さあ、しっかり成功3施設、ベビドラでまずは施設を破壊していく。ランチャーに切り替わりそうじゃないこれ。普通にシューターか。シューターでマルチ IT を削りたいって形かな、そうすると。あとはクイーンでイーグル取りつつ、6時をキング。ワンチャンロイちゃん付け足すかな、ぐらい。12時、ロイちゃんスケルトンがあると強いけど、スケルトンがないんで今回は違うかもしれない。ホグをマルチ IT の前通して、ここはテスラも見えるところ。クイーンのね、この動きのところが火力が低いので、非常にいいですね。この辺のコントロールも前。ジャイアントで、だから火力も低いのでゴーレムとかではなく、ジャイアントのみでターゲットを取らせる。外周部はキング、やはり6時に向けて。シューターの方も、マルチ IT を突破してくれてますね。1クロスじゃないから、この辺クイーンがかなり余力持ってる。で、ストライカーがね、これ上手いんだよね。
結構ね、重ねちゃう人多いんだけど、投石のターゲットからしっかり外れるように打ってあげるっていうところ。投石のスプラッシュダメージがね、ストライカー入っちゃう人多いんだけど、この辺もしっかりずらして。で、タウンラバルですね。さあ、クイーンはそろそろクロック打ちたい。ナイスクロック。フリーズさらに重ねていって、ヘイストまで乗っけていく、ここを。すべての呪文はタウンホールで打ち切るつもりですね。さあ、ヘイスト、フリーズ、レイジと。さあ、裏の方にシューターの中身と、これは、ロイヤルチャンピオンを残している状況。タウンホールまではなんとか確保。さあ、アイゴレロイヤルチャンピオンを裏から。これ、クイーンがね、拾えるからですね、このアイゴレで。さあ、ホグもたくさん展開していって、裏ホグがちょっとなんか、ホッサン前もやってたな。クラウスもね、クイラバに合わせるやり方を昔やってたんですけど、締めをね、ラバルではなく、ホグを使うことでロイヤルチャンピオンと一緒に浮かわせていくやり方。ロイヤルチャンピオンの能力とかを保ちやすいっていう形かな。盾として使っていくようなイメージ。ウォーデンがいないのでなおさらって感じかな。最終的にはね、タウンホール前がちょっとなんか苦しくなったんですが、しっかり他のパートがね、決まってたので、パーカー後も4体残ってますね。ナイス戦。バーサス。さあ、今月ラストアタック ET さん5-2だったかな。なんかこの配置は結構見たことある。これも、あれかな。デポティットかな。まずは内側を降りつつ、キングクイーンを動かしていきます。フィストとともにジャイタテからのウッドランチャー登場。さあ、アイゴレも添えていきます。キングはこれ外周を歩いて進めていくような形になりますが、クイーンとウッドランチャーの中身がね、内がしっかり入ってくれるような形かな。マルチ IT までこれはウッドランチャーのダメージで突破できて、いいですね。援軍もこれはクイーンからすると美味しい援軍が出てきたかなと言えると思います。ランチャーのダメージと穴開けが奥の方に入っていって、クイーンの可動域が広がっていく。キングの方はもう溶けてやってるんですけど、これ内側から投石叩くことできるんでね。モノリスとかのターゲットをしっかりこれはイエティが受けつつ、ロイヤルチャンピオンスケルトンを反対。クイーンの方がね、これ投石の方触れると判断して、これロイちゃんをあえて外側歩かせてますね。モノリスの方まで、これはクイーン届いて、アーチャーがしっかりターゲット取ってくれてるので、これモノリスまでクイーンが降り切ることができて、内側もそっからかんだ。なんか刺さりそうな感じの、なんだこのフリーズは。何かと間違えたかな。ちょっとミスタップか5タップ。こういう感じのフリーズが出てしまいましたが、それがあっても余裕なぐらいの展開になりそうですね。さあ、あとはストライカー4発を組み合わせるんですけど、外周部の大砲が切れないとストライカー投げないというところで、ここから出していきます。ちょっとこの辺でフリーズ1発分が足りないところがね、出てきてますが、終点で。宝石の前でバルーンは落ち始めて、ストライカーにウォーデンが引っ張られる。なんと。ただ、ウォーデンが最終区画、投石の方をたどり着いて、マルチ IT とタウンホールはね、同時にフリーズかからないところなんで、なんかその境目を置いたんで、ちょっとわかんないな。はい、というわけでおりまして、36対37と最終節はね、負けてしまったんですが、前回自体はレベルの高いアタックだったかなと思います。これでね、今月のクランリーグも終わりまして、ちょっとね、スタートダッシュがね、敗北スタート、攻め残しとかも入ったりして、士気も下がる9月シーズンではありましたが、来月はね、世界大会前、10月、11月のところはね、多分、プレイヤースキルみたいなところはかなり仕上がって、最終、世界大会をね、迎えるような形にはなると思うので、来月、10月、11月でね、世界一取りたいですね。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。